はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ ファントムゲームハンター 1DD モデルです。ゲームハンターだって？ああ、これもゲーミングモデルってことなんだね。ご覧の通り、KZ の 1DD フラッグシップモデル、ゼニスをベースに、ゲーム用途メインに改良されたのね。外観はかなり似ているけど、いくつか違いがあるから、ちょっと比較してみたの。ゼニスは 1DD のフラッグシップとして人気があったけど、ファントムはマットな質感になっていて、落ち着いた印象ね。マット仕上げは指紋が目立ちにくくていいよね。フェイスプレートの三角模様も、ファントムの方が一つ一つが少し大きめになってるよ。ここからの音漏れはちょっとあるけど、気になるほどではなかったね。ゴールドのアクセントパーツもファントムの方が少し大きくなって、KZ のロゴが入っている分、存在感が増しているよ。ロゴがあるだけで、一気にブランド主張が強くなる感じ。実測では、ゼニスの方がほんの少しだけ重いね。フィルター部分も写真のような違いがあります。似ているようで、小さな違いが結構ありました。高級感があるのはどっちかって言われると悩んじゃう。私はマット仕上げの方が好きかな。ファントムは第2世代ドームコアという独自の大型振動板を採用しているのが最大の特徴。従来のゲーミングイヤホンは汎用ドライバーを流用することが多い中、KZ は1年以上かけてこれを自社開発したそうです。ボイスコイルや磁気回路までゼロから設計し直して FPS に必要な感度やレスポンスを追求しているんですね。ゲームハンターなんて名前がつくくらいだもんね。銃声や足音、一瞬の情報を逃さないための構造なんだろうね。筐体についてもプロゲーマーとの数ヶ月に及ぶテストを経てゴールデンアコースティックカーブを作り上げたらしいよ。フルメタルのダイキャスト製法で内部の空気の流れも FEM 有限要素法シミュレーションで最適化されているらしい。サウンドフローガイド 2.0 ですね。低材波を減らして中高域の通りを良くすることで線上シーンでレーザーのような正確な定位感を実現しているそうです。それからマイク、デュアルマイク配列っていう設計になってる。両面にマイクがあるからぶら下がった状態でもクリアに声を拾ってくれるんだって。M2 ケーブルの性能がいいなぁと思っているんですが、少しアップデートされてマイクのオンオフスイッチがついています。通話テストの結果はやっぱりクリアだったね。感度もいい。でもこのマイクはオプションで、ケーブルはこの3つから選べる。3.5mm のマイクとタイプ C 接続のマイクは性能がかなり違いそう。価格がちょっとずつ違うんで、詳細は販売サイトでチェックしてね。ファントムにもゼニス同様チューニングスイッチがついてるんで波形測定してみた。1DD 構成ということもあって低域のブーストメイン、左がスイッチオールオフから低域をマックスまで上げた4パターン、右がスイッチオールオンにした場合を追加したもの。スイッチオールオンにした1111の設定だと 3.5dB もレベルが上がるんですね。KZ の公式サイトには広域が下がると書いてありましたが、実測では違う結果になっています。低域のデフォルトと最大強調値で結構差があるね。そうだね。デフォルトと低域マックスだけを比較するとこんな感じ。高低バランス的にはもう1段階ブーストされてもいいかも。次に USB Type-C ケーブルに搭載されている EQ 機能について触れておくね。4つのモードがあって基本となるのはパープルのスタンダードモード。スタンダード以外のモードは全体のレベルがぐっと落ちていますね。なので比較しやすいように音量を揃えて測定したのが右のグラフです。グリーンとレッドのゲームモードは特にレッドの方が中高域が目立つ感じ。ディープダイブモードって書いてあるけどその通りだわ。ブルーのハイファイモードは逆に低域を持ち上げる特性になっているよね。そう、このブルーのモードと本体の低域マックスを組み合わせると低域をさらに増強できる。実際測定したらこんな違いになってた。低域の持ち上がる帯域が 75Hz ぐらいから 1km 付近まで幅広く、さらに高域が少し抑えられてるね。自分好みの低域の強さをハードとソフトの両面から追い込めるのは面白いです。どの組み合わせが一番しっくりくるか試行錯誤しがいがありますね。だよね。曲に合わせて切り替える楽しみもありそう。今回のサウンドチェックの比較モデルはやっぱりゼニスですよね。そうだね。ゼニスでいいでしょう。ファントムのスイッチ0000とスイッチ1110プラスデジタル EQ のブルーのハイファイモードで低域マックスにしたもの。それとゼニスのスイッチオフのデフォルト状態の3つの比較にしてみた。ゼニスを持っている人が多いだろうから音調整の基準をゼニスにしてファントムの聞こえ方をチェックしてみよう。はい。ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。Yeah.
はい、サウンドチェックでした。波形と聞いた感じ、一致していたように思います。そうだね。ファントムの低域、ライトブルーとグリーンの違いはかなりはっきり分かったよね。スイッチでのブーストプラス DSP の EQ のブーストの効果は大きかった。ゼニスはその中間的な出方だったのも波形通り。ボーカルやスネア、シンバル系はファントムライトブルーが目立ってたね。いわゆるゲーミングチューンってやつか。そうよね。音楽用途ではもう少し低域が欲しいなぁと思うけど、スイッチで調整可能だから問題ないわね。3から7キロ手前までの目立った出方は耳にきついかなぁと思ったけど、明瞭でボーカルがとても近くに感じて想像していたより良かったわ。そこはお好み次第だよね。空間はゼニスの方がやや広かった気がする。中高域の出方が一番落ち着いていて余裕があるからかな。ファントムを聞いてみた印象は、スイッチの設定だけじゃなく USB Type-C の EQ まで使えるんで、ゲームから音楽用途まで本当に幅広く対応できるなーってこと。Type-C ケーブルはオプションだけど、それでもゼニスが登場した時の価格より安めな設定なのも嬉しい。3から7キロ手前までが持ち上がることで最初は苦手意識があったんだけど、聞いてみると明瞭でシャープな感じが結構良くて、やりすぎてない感じが好印象だった。思ったよりスタツ音も感じなかったんじゃない？そうだね。いろいろ主張してみたけど安心して聞いていられる。印象かなり良かったですよね。良かったよ。今回は終始 USB Type-C ケーブルで視聴してきたけど、これから買う人には Type-C ケーブルを選ぶことをお勧めしたいね。そうですね。愛もファントム買っておきます。はい、ということで KZ の 1DD モデルファントムゲームハンターのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。